めちゃくちゃブルースだっためちゃくちゃブルースだったわ。ステイブルメイツは人類には早すぎたブルース。ベニー・ゴルソンが過去から未来のラボメへ向けて発したメッセージだった。過去から過去から未来、なんだってなんだって過去から未来へのメッセージだった。そうなんだっけ。なんか、うん。どこにそんなメッセージが隠されてる実は、このステイブルメイツ、の？はい。よく見たら、ブルースなんじゃないかと、ブルース形式の曲なんじゃないかとおお。思うんですね。それはまた大胆な。そうですね。ステイブルメイツが、はい。ブルースである、証拠も、こっちはちゃんと揃ってるから、あれ首洗って待ってろよという感じです。すごい。はい。もうできてんだじゃもう、証拠は揃あ。ってるんだぞと。あとはそ詰めるだけ。じゃあ一個一個う。やっていきましょうか詰めていき。ましょう。演奏しようか。この曲のどこがブルースなのか。いやー、なかったくないなかった。なかったね。全ないこと然。はない。ないことはない。なんか、じゃあ、くださいセブンスがさ、てー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 全然違う。そうじゃない。正解は、はい3小節目から14小節目の12小節間です。この曲は ABA フォームで A セクションが14小節、はい。B セクションが8小節、はい。でまた A セクションが14小節という ABA フォーム。うん。そして普通、曲って8小節単位なんですけども、この曲 A セクションが14小節なんですね。ちょっと匂いますよね。確かにな。なんで 14？ うん。この頭の2小節間を取っ払うことで12小節にできる。そして12小節といったらブルースですよね。まあ、おかしいなとは思ってたね。頭の2小節。ちょっと取っ払いましょう。なるほどね。オリジナルのテイクは、そうなんだ。そう最初は B フラットセブンスおお。なるほどね。ではあるんですが、ではあるか。一旦そこは取っ払うのでないことにします。ないことにして、で、じゃあちょっと、D フラットのうん。ジャズで使われる、はいブルースのコードとちょっと比較してみましょう。はい。ちょっと今コードを出しました。はい。バン。結構似てるなっていうふうに思いませんか？うん。ほとんどうんうん。一緒というか。うんうんうん。うんうんで、ブルースに欠かせないのは、うん。 1度と4度とがセブンスになってるってことですね。うん D フラットセブンス、うんうん。はい。 G フラットセブンス、そして A フラットセブンス、うんいわゆる3コードのブルースに出てくるコード進行ですね。はい。で、ジャズの場合にはこれがもうちょっと、2-5になったりとかいろいろな、コードが加わったりはしていますけども、うん1度と4度と5度がセブンスになっているっていうのは変わらないです。うんじゃあ1小節目、はい。ステーブルメイツの場合は D フラットメジャーセブンス、これ1メジャーセブンスダイアトニックコードですね。うん。これがブルースの場合にはセブンスになっていますよと。そう。ジャズのブルースの場合には1度と4度がそのままセブンスじゃなくてうんメジャーセブンスのままっていうのもよくあるので、うん次に行きます。はい。次、C7 ちょっと飛ばします。うん。
次3小節目ステーブルメイツは A フラットマイナーセブンス、ブルースの場合は D フラットセブンス。これも詳しい説明は飛ばしますけども、2-5化したと捉えると、だいたい同じコードと捉えて OK です。4小節目全く同じコードです。次じゃあ2段目、ステーブルメイツは G フラットメジャーセブンス、ブルースは G フラットセブンス。どちらも4度のコード、ルートが同じで、ブルース的になっているかどうかの違い。次5小節目 G-7 フラット 5C セブンス、あるいは G ディミニッシュセブンス。 G ディミニッシュセブン。ブルースの場合にはそうこれちょっと違うコードが出てきたって思うかもしれませんが、C セブンスのフラットナインスのルートを抜かすと E ディミニッシュになるんですが、E ディミニッシュと C、G ディミニッシュは実質、鍵盤上では同じ音になっているので、同じコードと考えて OK です。ちょっと詳しい説明ちょっと飛ばしていきます。次、F マイナーセブンス、あるいは D フラットセブンス。これも、F マイナーセブンスを1メジャーセブンスの変形と捉えて全然問題なし。問題ない。次 B フラットセブンスは全く同じコード。次3段目 E フラットマイナーセブンス。次 A フラットセブンス同じ、D セブンスになってることもありますが、大体同じなんで割愛します。D フラットメジャーセブンス、あるいは D フラットセブンス、ということで、なるほどね。大体同じだったねということ。そうちょっとコードだけ見てみたら同じかもしれない。次、じゃあ C セブンス飛ばしましたね。2小節目の。そうじゃん。飛ばしてた。ステーブルメイツは C セブンス、ブルースは G フラットセブンス。これは全然違うコードのように思えて、実はこのコードこそ3度と7度だけ見てみると C7 の3度と7度 E、B フラット、G フラットセブンスの3度と7度は B フラットと F フラット、音名で言うと違いますけども鍵盤的には同じ音なので、このようにこの C と G フラットっていう弦5度離れたセブンスコードは3度と7度を共有し合っている。C7 の3度と7度は G フラットセブンスの7度と3度になるんです。そうルートだけ違う、こういうようなコードなので裏コードっていう風に呼ばれたりで、これのコードもちょっとトリッキーだったけども、なるほどね、普通に説明できましたと。コード的にはいかがですか？そうだね、納得できるしたね。でもこの12小節間は、ブルースといって差し支えない。差し支えない。まだ実は証拠があります。あります。それは何かと言ったら、メロディー見てみてくださいよと。確かにね。あの部分ね。分かってる？ステーブルメイツの、ステーブルメイツの部分でしょ。ちょっと分かんない。ここじゃないの？そう。この連打はなんだ？なるほど。ちょっと待ってね。これね。はい。強烈だよね。これ何のことを言ってるかっていうと、
うやって3回とも、シの音が出てきている。うんうんまあ、これ、厳密に言うと、ドのフラット、C フラットの音なんですけども、これ C7 上で基本的には出てこないはずの音なんですね。はいはい。セブンスの時に使えるスケールって結構たくさんあって、ミクソリディアンとか、ミクソリディアンフラット2フラット6とか、オルタードとか、ハーフホールディミニッシュとか、いろいろあるんですけども、その中でもこの音はジャズのコードスケールの理論では使える音としては紹介されていないんです。はい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 。コードの構成音とどうしても同居不可能な音なんです。普通のジャズ理論的には。なるほど。じゃあこの音は何なんですかと。わかりますか？なんかサウンドするから。おお、究極それでいいです。Tell Me a Bedtime Story のイントロのように。なるほど。なんか始まった。なんでうんでもなんかこうサウンドする。うんもうこれ一本で行くしかないっす。こっちは。スケール外の音だけど、そう。なんか出てきたから気持ちいいから。まあ、いいでしょう。やった耐えた切り抜けたな。そう、究極はなんか気持ちいいからでもいいけど、じゃあまあそれにどう理屈をつけるかっていうところまで行きたいわけです。ヒントはブルース。これがブルースなんだよっていう説を強固にするためのものっていうのがまあヒントですよね。なんでこの音気持ちいいか。なるほどね。なぜこれを気持ちいいと感じるか。そう。はいはいはい。それはこの音がブルースで使われるメロディーだから。うい。うい。うい。これは D フラットのブルーノートスケール。はい。で、ブルースの場合には、結構ちょっと雑に言うと、コードを無視して弾いてもいい。弾いても大体サウンドする。サウンドするっていうのはまあ調和するとか、なんかいい感じに聞こえるっていう感じで思ってもらえたらいいんですけど、ブルースの時には結構コードを無視したフレーズも受け入れてくれる懐の広さがある。なるほど。普通だったらぶつかっちゃうように考えられるものも、まあブルースと考えて、ということで、しかもこの C7 スはもともと何だったかといったら、G フラットセブンス、ブルース由来のコードが変化したものなのではないかというふうな解釈をしたわけです。もともとがブルースのコードだったんだとしたら、ブルースのメロディ使えるのはそりゃそうだよねという、そう帰結にはなりそうですね。なるほど。逆にじゃあこのメロディーをブルーノートスケール以外でうまく説明するのが難しくて。そうだね。経過音じゃないしね。経過音だとしたらいいんですけども、こっちに行かれると、この音には私経過音じゃなくてちゃんと意味があります。私を聞いてくださいっていう風に主張していることになるので、なるほどね。そう。私に何かしらの解釈をつけてくださいっていう音なんですよ、これは。メッセージ性を感じるよね。いいこと言った。ありがとうございます。いいこと言った。ありがとうございます。そう。メッセージ性があるね、確かに。そうですね。
ということで、はい。ステーブルメイツの3から14小節目は、うん。コードを見てもそう。しかもメロディーもさらにブルーノートスケールが使われている。なるほどね。これはブルースなんじゃないかと。いよいようん言い逃れができなかった。そう。いよいよ、もう壁際にベニー・ゴルソンがどう説明してくれるんですか？ねえ、そういいよーってね。そうは言っても。まあでも本当にはいたまたまこの音が気持ちよかっただけの可能性もある。そうだよな。でも、もちろん作曲者の意思っていうのはうん尊重されるべきではあるんだけども、うんでもこういう解釈ができるよねっていうのはうん我々の自由でもある。たまたま、気持ちいいからこの音使ったけど、それはでもベニー・ゴルソンさんの中で今までのブルースの蓄積があったのかもしれないし、なるほど。っていう話ではあります。ブルースの蓄積ね。そう。なるほど。そう。どこまで考えてたかわからないですけどね。おもろいね。ちょっと一回じゃあこれを踏まえてステーブルメイツをこの12小節だけの曲ということにしてなるほどね。やってみましょうよ。はい。3小節目から始めるってことね。そうです。タッタダーから始める。そこから始めてください。はいはいはい。コードが普通のステーブルメイツのバージョンとうん。 D フラットブルースにしたバージョンどっちもやります。はい。いかがですか？めちゃくちゃブルースだったね。めちゃくちゃブルースだったわ。そうね。新感覚。新感覚ブルース。新感覚ブルースだし、うん。本当のステーブルメイツの姿を本当のステーブルメイツ。垣間見た気がする。フェーズ2みたいな。2みたいな。第2形態。すごいね、これ。そうなんですよ。消される鼻息出ちゃった。消されそうなやつだな。はい。ちょっとホームページのコンタクトフォームから一回送信したことがあって、ベニー・ゴルソンの。ベニー・ゴルソンさんのオフィシャルホームページのわあそう僕のメールアドレスも書いてうんお送りしたんですけども、まあ残念ながら返信はなくてそのままお亡くなりになっていやそうなんしだよなまったんです。はい、残念ながら本当の真実は、闇の中という感じではあります。そっかそっか。だしだから本当にわからないっていうのはもちろんそうなんですが、我々ジャズ沼ラジオはなんかそこで終わりにするんじゃなくて我々の主張的には、これはブルースを明らかに意識して作られた曲という主張をしていきたいと思って今ねこれからもじゃあこの活動を続けていくわけだ。そうああ、布教していきたいなと。ネオブルースであると。そう隠されたこの構造って仕組みのことね、でなんでこんなに面白いんだと紐解くのって面白いよねっていうところにもつながると思うけど、そういうのやっていきたいなと思ってて、確かに紐解くの面白いね。これがまあこじつけかもしれないけども、ちょっとこのブルースのおいにが匂いのことね、おいにがうんぷんうんぷするプンプンするつまらない時間。つまんない今つまんない。そうだよか。ブルースのおいにがうんぷんぷするなって思ってて、この俺の鼻はごまかせねえぜ
思っているわけです。なるほどね。はい。嗅ぎつけてちゃんとここまでたどり着いたんだ。そう。うんただ、反論したい方もいらっしゃると思います。ブルースなわけねえだろ。そう。もちろんね、うんいらっしゃる。そして、一番強い反論としては、1、2小節目、うんカットしちゃダメだよね。まあごもっともね。そんなことしていいわけない。そうそうそう。それはさ、なんか、まあ、なんか、こことここ抜いたらなんかできましたみたいに言われても。そんなそう。YouTube ショートみたいな。そうそう。悪質な切り抜き行為みたいなね。円周率の中から、あなたの電話番号を見つけましたみたいな。あるあるある。最悪ね、そう。そりゃ、無限に続くから、そりゃ何でも出てくるよ。隠されていた。あーって。なるほどね。そう言われたら、まあ、すいませんっていう風に、もちろんね、なってしまうからね。そう。恣意的に2小節抜き出したら、そりゃブルースができることだってあるだろうよ。っていう風には言われたら。そして、曲って普通4小節単位とか8小節単位で動いてるから、2小節ずれたところから始まってるわけですよね、ステーブルメイツって。そう。しかもその2小節って、なんかおまけのセクションみたいに、例えばセクションが3小節目から A セクションですよっていう風なリハーサルマークが付けられてるわけでもなく、なんか二重線とかね、こっからセクション変わりますよっていう風にあるわけでもなくて、元のテイクとか聞いても、なんかフィルインとかが3小節目の頭に思いっきり入ってるような、そういうのわけでもないので、あくまでも曲の始まりは1小節のドゥルルーから入ってる風になってるので、なんかベニー・ゴルソンはそんなこと考えてないと思うっていう風に言われたら、もちろんそれはそうだねっていう風にそうしかない。そうだね。ただね、まあそうだったとしても、この C7 上でメジャーセブンスの音がブルーノートスケール的になっているっていう、まあ、事実はありますよね。例えばじゃあブルースの曲のテーマをステーブルメイツの3小節目から入れてみますみたいに、なんかちょっと伴奏してもらえる？はいはい。普通のステーブルメイツを。普通のステーブル。はい。3小節目から。1小節目から。1小節目から。はい。ちょっと待って。俺今何を演奏してる？ちょっと待って。ステーブルメイツの弾けばいいんだよね。そう。すごいな、これ。これマジですごいな。ちょっと、もう一回。すごいよね。すごいことになってる。あなたは何をされてる方なの？セッションで。はい。なんか、ちょっとね、一発芸大会みたいになっちゃうね。もしかしたら、このステーブルメイツ、ネオブルース説みたいなのが広がっていったら、なんか、いいねいいね、ブルースいいねっていう風になるかもしれないけども、今のようなね。そう。とってね。なんかあまりにも今「Now's the Time」っていうチャーリー・パーカーのブルースを D フラットでメロディー弾きましたけども、ちょっとあまりにも一発芸が過ぎるかなみたいな感じがするから、で実際ブルースだっていうことが分かったとして、じゃあブルースでステーブルメイツのメロディーが使えるんだとか、逆にステーブルメイツでブルースのテーマが使えるんだみたいにいくのはちょっと一般化が近すぎるというか、じゃなくてもうちょっと、距離があればあるだけ面白いというか、じゃあどういう風にするかって言ったら、この C7 上でメジャーセブンスの音が使えるのはなんでなんだろう
それは C セブンスを C セブンスとして捉えてるんじゃなくて、例えば G フラットセブンとブルースのコードとして捉えてるから使えるんだなっていうふうに、違うコードとして考えているから、書かれているコードじゃなくて違うコードが元にあってそこからメロディーが作られてて、コードだけ変わっちゃったんだなみたいな風に捉えたりすると、距離が出ていいかなっていう風に思うし、なるほどね。そうステーブルメイツがブルースだからブルースでみたいなのはちょっと近いなっていう近い。そう近いよね近いな、確かに近いな。そう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 なるほどね。コードが変わっちゃうことってあるよね。あるある。例えばアドリブの耳コピとかしたい場合に、このフレーズなんかうまくこのコードで解釈できないなっていう時に、なんでだろうなって時に、これアウトしてんのかなとかじゃなくて、これは他のコードで解釈されてる場合もあるし、例えばね、コードの箱でアドリブって行われてるわけじゃなくて、ああ、これが来たらこう、これが来たらこそうそうそうD-7 A7 弾きますみたいなじゃなくてね。そう、もうちょっとそうだね。なんていうの、うねりみたいなね。うねり切り替わりがもうちょっとあるから、今は d マイナーでもありちょっと G7 に差し掛かりもあり、で G7 だけどまだ、D マイナーでみたいな、そういうのがね、あるから、まだ解決せずに G7 にいましたとかね。そうあるよね。そう、それをなんか C メジャーじゃなんかうまく解釈できないんだけど、これはなんかどういうアウトなんだみたいな、そういうのじゃない、一つの例として楽しんでもらえたらいいんじゃないかなというふうに思っています。でこっからおまけでなんだっけ、ベニー・ゴルソンからの過去からのメッセージだったのではないか。そんなこと言ってたよね。なんかメッセージ性とか言ってたけど、メッセージ性確かにそうまさしくそうで、こっからは結構オカルトというか、オカルトジャズタイム。オカルトジャズタイムです。おふざけタイムということで、ただのこじつけタイムなので学びはありません。正直そうもうただふざけてるだけなので、もし不快に思われたら申し訳ありません。お叱りのコメントなどもあればすみません。真摯に受け止めます。皆さんはシュタインズゲートという、アニメ、ゲーム作品をご存知でしょうか？見たことありますよ。どうぞあります？ありますね。すごい人気の、SF ファンタジーですよね。タイムリープもの。そうですね。これちょっと詳しいシュタインズゲートの説明は一旦置いとくんですけども、ベニー・ゴルソンが、このシュタインズゲートに深く関わっているんじゃないかという証拠を発見しました。ベニー・ゴルソンがトゥットゥルーツそうマジ？聞きますか？ちょっと怖いね聞くの。ベニー・ゴルソンがラボメンナンバー000だったんじゃないか説。ラボメンっていうのはそうね、そこは説明しようね。ラボっていうのは研究室とか研究所のメンバー、あるじゃないですか。コナンでいう少年探偵団とか、鈴宮春日っていう SOS 団、一面みたいなね。そうステーブルメイツって要するには一面っていう意味なんですよ。同じ馬小屋で、同じ調教師さんに調教された、馬のことをステーブルメイツみたいな言い方をしたりするみたいです。それが転じて、とっても結びつきの強い間柄のことをステーブルメイツっていう風に呼ぶみたいで、これってまさしくラボメンのことですよね。メイツだってね、チームメイトとかそういうことだもんね。そういうことですよ。でもそれはラボメンなの？まだ少年探偵団かもしれないみたいな。でもいや別に全然普通になんかあっちのジャズ界隈のブローじゃないの。そのラボメン
いわゆるうんキャッツみたいな。さあ、そう、キャッツ、うんキャッツたちじゃないの。ジャズミュージシャンのことね。ねキャッツとか言いますけど。サンダーキャットとかね。うん言うよね。うん。じゃなくて、じゃなくて。ラボメンです。ラボメンなぜかというと、さっき C7 がとても大事なコードだっていうふうに話しましたよね。ああ、なんかね、こう、そフックのある部分でね。そう。う。うん。そう。C7 が大事。そして、このメロディーは、C フラットの音。うんうんこの物語の、うん。うん。キャラクタはい。ー、マキセ・クリス。ラコのニックネームが、クリスティーナ。ほ次。もう一人、主人公の幼馴染、はい。まゆりちゃん。うん。この子はみんなにまゆしーと呼ばれています。まゆし。おう。そう。そして主人公たちと、敵対する組織、うんセルン、うん。はいはい。SERN でセルンって言うんですけども、ただこのアニメ上、作品上では S なんですが、現実にもセルンっていう機関があって、うんそれは C の方で書かれているんです。し。そう。クリスティーナ、うん。マユシー、うん。セルン、うん。そして C7 の C、ブルーノートの C フラット。セルンなんかもう C が作品上では S になっているなんて、ちょっとあまりにも偶然にしてはできすぎている。まゆし本当にマユシまゆしセルンもそれで言ったら S なんじゃないのそのー。うん。うんまあ一旦聞こうか。じゃあ一旦。怪しいけどな。C にまつわるものが多すぎるってことね。そう。不自然なほど作品内に C が多すぎる。そしてベニー・ゴルソン、ステーブルメイツの中の C7 スで C フラット。C フラット。違和感のあるぶつけ方をしている。これをベニー・ゴルソンからのメッセージと捉えずにどう捉えることができるか。ベニー・ゴルソンからの大切なお知らせそう。ラボメンですってことそう。それを伝えたかっそう。た。なんでこんな回りくどい、この世界線ではまだベニー・ゴルソンがラボメンであることは観測されていない。なるほど。そう。この時点では。そう。うんただ、その情報が広く広まってほしいわけでもなく、重要な事項として伝わる人だけに伝えたかった。セルンの目からそうそうそう。逃れて逃れるために。世を忍ぶ仮の姿で舞イオジャズを演奏しながらそう。本当はラボメンであるっそう。ていうのを隠しながらそう。仲間たちにはそう。伝わるように。仲間たちには実はラボメンだったっていうのが伝わる。仲間たちだけに伝わるメッセージだった。C7 っつってそう。 C そう。そう。ここだよ。気づいて。明らかにもうなんならちょっとやりすぎだよってバレちゃうよ。そうこれ以上はそうそう。こんなって。だって分かる人が聞いたら、こんな。分かる人って何分かる人って何ジャズがね、何をそれこそ何をされてる方なのそれはジャズが分かる人が聞いジたら。ャズを分かるセルン側の人でしょそういるのそんな人いないのいないでしょいないか。目的も分かんないしなるほどね。そうもしかして監視対象だったかもしれないからそう世界線のズレとかにそう敏感なセルンが、これ以上世界線がずれないようにこのステーブルメイツが作曲された瞬間に、世界がもしかしたら変わってしまうかもしれないそれでもねダイバージェンスメーターの
その揺れが、その数値がいかないけど、でも分かる人にはこの C セブンスがメッセージなんだよっていうことが分かる。そのダイバージェンスメーターを見ながらベニー・ゴルソンがねこう分かる人だけには分かるそうコード作り方にして何回もタイムリープするそうタイムリープまたクソダメだこれじゃんっつってまたループしてしまったすげえな五線紙に C セブンスを書くたびに、あダメだった今回もダメだって大変だったねF マイナーに行っちゃうみたいなそう C セブンスが、クソ何回やっても F マイナーに引っ張られてしまうっていうのねそう、ちょうどいい塩梅にするために何回もそうやり直してそういうことそして名曲が生まれたってわけそう生まれたってわけそうやって生まれたってわけよすごい身にならないね身にならないでしょ身にならないねちょっとねじゃあまあちょっと下着の話はおしまいにしてまあでもいかがでしたでしょうか急にいかがでしたか、我々の作品をね、ねでもねブルースであるみたいなかなり納得性がありがとうございますあって、もうそうやって演奏したくなるよねなんか本当にもう一回セッションごめんなさい譜面持ってきたんですけどいやステーブルメイツじゃんみたいないやこれ違くてこれいやブルースなんですよ参照説明の前にフィルがあってこれちょっとこれだけお願いしますリハーサルマークを参照説明にね二重線を超えてバースとか書いてある適当に参照説明に A って書いてある確かにそれだけでも変わるかもしれない、っていうのをみんなで音出してみたくはなりました。なるほどよかったですね、こんな感じで、このジャズ沼ラジオでは、ジャズのね沼の浅いところから、ちょっと沼の深いところまでジャズを演奏する方も聴くだけの方もどんどん沼にはまって楽しんでいただけるようなコンテンツをやっていますので、よろしければチャンネル登録高評価のほど、また、あなたにはこれがブルースに聞こえましたか？そしてベニー・ゴルソンはラブメンナンバー000だと思いますか？コメントで教えてください。お願いします。そして、私が、制作したジャズ学習アプリ、ジャジファイ。なんかずっと噛んでる。もうダメだ。ずっと噛んでるね。ダメだ。今日店じまいだよ。ジャズィファイ。も、よろしければチェックお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日の話を聞いて自分でもジャズを弾いてみたいと思った方はぜひジャジファイを試してみてください。ジャズピアノをゲームとして練習できるアプリです。7日間トライアルもあります。まずは概要欄のリンクから触ってみてくださいね。